まずは右向きに横向きになりましょう。スマホは床に置いておきましょう。上の左足を斜め45度ぐらいに上げて30秒キープしましょう。下の足はこんな感じでちょっと前に出しておくと安定しやすいです。お尻の横、中殿筋という筋肉を使いたいです。こう触ってお尻の真横、硬くなってる、力入ってる感じありますか？見てほしいポイントは、お尻の横、力入っているかと、45度しっかり上がるか、あとはプルプルしないかです。30秒キープ、ちょっと頑張りましょう。OK。そしたら次は、膝を曲げた状態で、このまま膝同士を離します。膝同士を離します。だいたい膝90度ぐらいでいいと思います。お尻の横、さっきと同じようにお尻の横ですね。使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。NG パターンは体が後ろにこうやって倒れちゃうことです。上半身は固定しておいて、膝同士を離す。その時にお尻の横、触って、使ってるな、硬くなってるなって感覚あれば、それで OK です。先ほどね、やった足を45度上げてキープ30秒。あれはね、最低でもできてないと中殿筋がうまく使えてない証です。OK。そしたらもう一度下の右足を前に出して、この左足、真上投げる。真上投げる。下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。この中殿筋って筋肉は、こうやって横に足を出すときに使う筋肉なので、例えばバスケット、バドミントンとか野球とかね、運動すれば使うんですけど、運動しない限り、足をね、横に出すってことは日常生活でなかなかないので、すごい弱くなっちゃってることが多いですね。で、この中殿筋が弱くなると、どうなるかっていうと、前ももばっかり使って、前ももごつくなって、お尻は使わないから、お尻にどんどん脂肪がついてでかくなる。みたいなことが起こります。OK。そしたら次は、左足を体の前に出して、下の右足持ち上げます。下の右足持ち上げる。使いたいのは右の内ももです。下の右足の内ももを使って持ち上げる。この体勢できない人、この左足後ろに置いて、これでもいいです。目的は右の内ももの筋肉を使うことです。こうやって枕ある方はね、枕あった方が僕個人的には首とか肩の負担が減るのでおすすめですが、もしね、枕ない方は、クッションで代用してもいいし、枕なしでももちろん OK です。目的は内ももを使うことですよ。よし、OK。そしたらもう一度下の足前に出して、左足伸ばして、そのままつま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。お尻の横使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。多少ね、膝曲がってもいいし、前もも外もも使ってもいいです。お尻の横を使う感覚あれば OK です。しっかりつま先真上向ける。最初の種目と同じように、上半身後ろに倒れると NG です。上半身固定したまま、つま先真上向ける。真上向ける。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って逆向きに寝返り打ちましょう。つま先真上向ける。じゃあ次逆向きに寝返り打ちますよ。よし、OK。次左向きに寝返りを打ちましょう。左向きになったらスマホ顔の前に置いておきましょう。下の左足前に出して、この右足を斜め45度上げて、この状態キープです。中殿筋、この筋肉をうまく使えてるかっていうチェックです。45度ぐらい上げて、中殿筋使ってるのを確認した状態で、30秒キープ。これぐらいはね、楽勝でできてほしいです。で、これ最後にもう一度このキープ、左右入れますね。それで、中殿筋が使えるようになったかどうか、ビフォーアフターで変化分かるようになってますので、ぜひね、楽しみにしてください。使ってる感覚ありますか？きつかったら一回サボってもいいですからね。よし、OK。そしたら膝90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？呼吸を止めないようにしましょう。どうでしょう？お尻の横触って硬くなってるでしょうか？ NG パターンは後ろにこうやって体が倒れちゃうと NG です。上半身固定して膝同士離す。離す。で、結構ね、これお尻使う感覚わからない方多いと思うんですが、大丈夫です。僕自転車運転するのと同じで、練習したらね、できるようになります。ちょっとコツをつかめてないだけなので、お尻意識してね、こうやって一緒に練習しましょう。
オッケー。そしたら左足もう一回前に出して、この右足を高く上げる。下ろす。高く上げる。下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。このね、中殿筋、今日、徹底的に使うんですけど、なんでね、普段使わなくなっちゃうか、筋力弱くなっちゃうかって言ったら、もう単純に使わなすぎです。で、シンプルにさっき言った通り、バドミントン、バスケとか、なんでもいいんですけど、運動してたら絶対使うんですけど、僕も含めてね、運動嫌いな方が、このズボラストレッチ見てる方多いと思うので、皆さんね、弱くなってます。なので僕もこうやって人に教えてますが、めちゃめちゃね、きついです。呼吸は止めないようにしてね、きつかったらね、サボってもいいし、再生速度をね、早めたり止めたりして、自分がやりやすいように調整しましょう。OK。これで、右足を前に出して、下の左足、上げる。上げる。左の内もも使う感覚あれば、OK です。で、この体勢きつい人は、この右足ね、後ろについて、こんな感じでもいいです。左の内もも使う感覚あれば、それで、OK です。どうでしょう、内もも使う感覚ありますか？右足は前に出しても、後ろに出しても、どっちでもいいです。で、スピードはね、全く重要じゃないです。内もも意識して使うことが大切です。内ももこうやって触ってね、使ってるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK です。OK。これで左足をもう一回前に出して、右足伸ばして、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。戻す。で、前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。上半身をね、こう後ろに倒れちゃうのは、これも NG。しっかり上半身固定して、つま先だけ真上向ける。これ結構苦手な方多いと思うんですけどね。ゆっくりです。できる限りでいいので、つま先ゆっくり真上向けて。で、この次の種目から、上向きになりますので、スマホ持って上向きになる準備しておいてくださいね。枕ある方はね、枕使ったまま上向きになるといいと思います。よし、OK。スマホ持って上向きになりましょう。そしたらスマホを見ながら、右足、大きく回していきます。内から外、ご自身から見て、時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回していきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすことです。スピードは全く重要ではないです。股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みない範囲で回しましょう。痛みがある方はね、痛みがある方は痛みない範囲で。痛みない人は大きく回して大丈夫です。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら次は左の股関節回していきます。ゆっくり内から外ですね。ご自身から見て時計回りに回してます。こっちもゴリゴリなる方、痛みがなければね、大きく回しちゃっていいです。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、股関節ゴリゴリなる原因は基本的に筋肉の硬さなので、そんなに問題はないんですが、どうしてもね、気になる方は、概要欄に股関節がゴリゴリなる方用のストレッチ貼ってますので、ぜひね、そちら試してみていただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら膝曲げたままですね、膝同士つけて、90度ぐらいですね、膝曲げて、お尻を持ち上げます。ギュッと。持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。裏もも、お尻、使う感覚ありますか？頑張って。頑張って。ぐっと。膝同士しっかりつけておくことでね、内ももにも効いてきます。頑張って。で、釣りそうな方、ゆっくりサボりながらでもいいし、釣らない範囲で OK です。僕もちょっとね、右の裏ももが釣りそうなので、頑張って、ゆっくりで OK。裏もも、お尻使う感覚ありますか？よし、OK。次休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、内、外に股関節ねじります。股関節付け根からねじるイメージです。これもね、痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。休憩ストレッチです。どうでしょう、今までの種目でお尻使う感覚ありましたか？わからない方はね、全然わかんないよってコメントでいただければ、できる限りアドバイスするのと、あと概要欄に、無料のサブチャンネルと、ズボラストレッチの教科書あるので、そちらでもね、解説してますので、
ぜひ気になる方はね、ご覧いただければと思います。OK。じゃあ引き続きまだお尻攻めます。両膝曲げた状態で、右足を左膝にこんな感じで乗せます。この状態で、お尻持ち上げる。左の裏ももお尻使って持ち上げる。空いてる手で左の裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、使ってるなって感覚あれば OK です。これもスピード重要じゃないですよ。しっかり左の裏ももお尻意識してあげる。上げる。どうしてもきつい人、さっきと同じように両足でやっていただいてももちろん OK です。あと個人的におすすめなのはね、各種目の最後の10秒サボると、だいぶね、負荷が減って、気持ち的にも楽になるので、きつい人はぜひ試してみてください。OK。そしたら逆いきます。左足を右足に乗せます。この感じです。で、お尻持ち上げる。持ち上げる。右の裏ももお尻意識して、頑張って。で、お尻ってね、腰の筋肉の付け根がお尻なんですけど、結構お尻の筋肉が弱い、硬くなってたりして、腰痛の原因だったりするので、しっかりね、お尻使ってあげることで腰痛も楽になったりします。ただやっててね、やってる最中腰が痛い方は絶対無理しないでください。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。右のお尻しっかり意識して、きつい人は両足でやっても OK。ラスト1回一緒に頑張りましょう。よーし、OK、頑張った。